しゃっくりっていうのをちょっと見てみましょう。面白そう。しゃっくり？もちろんしゃっくりだよね。さっきからずっと止まらないんだ。ちょっと話し方がもうしゃっくり出そうな時の話し方です。さっきからずっと止まらないんだ。止める方法知らない？頑張ってる。この人すごいですね。しゃっくりをしながら話すっていうのは難しいと思います。止める方法知らない？あ、できた。はい、皆さんこんにちは。Welcome back to my channel. This video is brought to you by Lingo Dear. みんなもこのアプリのことを聞いたことがあると思うけど、本当に言語を学ぶのに効果的でおすすめのアプリです。このビデオでは日本語だけで話すので、もし私が何を言ってるかわからなかったら字幕のボタンを押してください。このアプリを知ってる人、使ったことがある人でも、今から全部日本語で説明するので、日本語のリスニングの練習になると思います。よかったら日本語の字幕だけで聞いて、どれだけ私が言ってることが理解できるか試してみてください。私はこのアプリで日本語を勉強したことがないので、今日はみんなと一緒に使ってみたいと思います。じゃあまず、Japanese 1 Introductory and Beginner 初級レベルをちょっと見てみましょう。レベル1、ジャパニーズ1を開くと、いろいろなカテゴリーがありますね。国籍とか、職業とか、everyday item を見てみましょう。リーディングとスピーキングがあるから、まずリーディングを見てみよう。果物がいっぱい。わー、果物がいっぱい。これはみかんです。アルファベットが下に書いてるから、ひらがなを覚えたばかりの人でもこのアプリは使えそうですね。これは何ですか？あ、質問もありますね。それはみかんです。それもみかんです。それもみかんです。あ、助詞も勉強できるね。それもみかんです。Those are also mandarin. あ、間違えた。それはレモンです。こういう、あ、間違えたとか、日常的に使う表現があっていいですね。あれ？あれは何ですか？あれとか。ぶどうですか？ああ、わかった。さくらんぼです。そうですね。このリーディングの練習は絵もあるし、わかりやすいし、いいと思います。スピーキング行ってみよう。わあ、果物がいっぱい。これはここを押せばいいのかな？わあ、果物がいっぱい。わあ、果物がいっぱい。なるほど、なるほど。聞いて、で、それを真似することで、イントネーションとか、ピッチも練習できるし、この練習方法は実は本当に良くて、私も英語を勉強してた時に、自分の英語を録音して自分でよく聞いてました。あ、ここの発音ちょっと変だなとか、全然ちゃんと R の発音、R とか L とか発音できてないなとか自分で評価できるから、自分の日本語を録音するのはおすすめです。でもこのアプリは自分で録音しなくても録音機能がついてるから、便利ですね。私のやばい、噛んじゃった。ちょっともう一回。私の生活をちょっと紹介します。やばい、噛んじゃった。ちょっともう一回。録音した自分の声ももう一回聞けるし、ネイティブの声ももう一回聞けるから、何回でも聞けるから、自分の発音とネイティブの発音を比較することができる。比べることができる。月曜日から木曜日までは働きます。月曜日から木曜日までは働きます。これはいい練習ですね。めっちゃいいと思います。私がよくおすすめしてるのが、日本語のドラマとかを見て、そのキャラクター、そこに出てくる登場人物の日本語を真似して、もう一回止めて、真似して、もう一回聞いて、真似して、これを繰り返すことで発音が綺麗になっていくんですね。このアプリでもネイティブの綺麗な発音を聞いて、その後に何回も何回も聞いて、何回も言うことができるから、これは本当にいいですね。じゃあ次は Japanese 2に行きましょう。プレインフォームが出てきた。プレインフォームやってみよう。
これは何？掃除機だよ。友達と話す、プレインフォームっていうのは友達と話すときの、インフォーマル、砕けた話し方なんだけど、それも勉強できますね、このアプリで。いいですね。へえ、面白い。どうやって使うの？いいですね、いいですね。へーとか、よく使う表現が出てきますね。操作は簡単だよ。ほら、フルエントジャパニーズ。ペラペラ日本語言ってみましょう。いろんなカテゴリーがありますね。なるほど。長いお休みが欲しいです。まず、listen and learn。毎日忙しくて疲れています。長いお休みが欲しいです。そうですね。でも、もうすぐゴールデンウィークですよ。いいですね。これ、二人の会話が聞けるから、自然な会話が勉強できる。ゴールデンウィーク？ええ、4月末から5月初めの長期休暇です。今年は10連休ですよ。10連休？やったー！この会話を聞きながら、日本語の文をどうやって組み立てるかが勉強できるし、リスニングの練習にもなるし、ボキャブラリーが増えますね、これは。毎日。忙しく。疲れています。わーお。長い。休み。すごいこれ。が欲しい。です。です。なるほど。です。これどうやって止めるの？わかった。じゃあ、右のボタンを、W のボタンを押したら、多分 Word のボタンかな？単語がわかるんですね。単語が出てくるんですね。ね。で、左のボタンを押すと、そうですね。でも、もうすぐゴールデンウィークですよ。なるほど。ゴールデンウィーク？左のボタンを押したら、普通のスピードで聞けて、真ん中のボタンを押したら、ゴールデンウィーク？ゆっくり、ゴールデンウィークっていうゆっくりになって、で、右のボタンを押したら、一つ一つの単語の意味が出てくるから、これは便利ですね。本当に便利だ。Writing exercise いきましょう。OK。ここに、下に単語があるから、これを押して入力するのかな？間違えてるじゃん。毎日忙しくて疲れています。間違えた。長いお休みが欲しいです。欲しいです。ダメじゃん。書く練習っていうか、入力する練習ですね。これも、文の組み立て方が勉強できるから、すごい、だから聞く練習、話す練習、で、書く練習もできますね。で、あとは話す練習もできますね。キーポイントってあるから、これちょっと見てみよう。なるほど。文法のノートがありますね。英語の説明もちゃんとあって、ちゃんとポジティブ、ネガティブ、現在形と過去形もあるね。欲しかったです。欲しくなかったです。本当に言語を学ぶときに大切な4つの技能がこのアプリの中に含まれているから、読む、書く、話す、聞く、この4つが同時に練習できるのはなかなかないですね。一つのアプリで。この Fluent Japanese にはたくさんカテゴリーがありますね。いろんなカテゴリーがあって、いろんなシチュエーションでどんな日本語が使えるのかを勉強できるから、本当に役に立つと思います、これ。しゃっくりっていうのをちょっと見てみましょう。面白そう。しゃっくりの音が出てきた。しゃっくり？もちろんしゃっくりだよね。さっきからずっと止まらないんだ。ちょっと話し方がもうしゃっくり出そうな時の話し方だよ。さっきからずっと止まらないんだ。止める方法知らない？頑張ってる。この人すごいですね。しゃっくりをしながら話すっていうのは難しいと思います。止める方法知らない？
あ、できた。わ、うわちょっと待って、面白いこれ。なんだよ急に。なんだよ急に。びっくりするとしゃっくりが止まるって言うから驚かせようとしたんだけど、ケン君には聞かないみたい。なんでだろう。ちゃんと長い文章も出てくるから、本当に文をどうやって作るかが勉強できる。全然驚いていなかったよ。他に何かいい方法ある？まだしゃっくりしてるじゃん。じゃあ人差し指を両方の耳の穴に入れて30秒押してみて。人差し指を両方の耳の穴に入れて30秒押してみて。これ聞くの？これやったことないよ。こう？そうそう。そうそう。あ、止まったみたい。すごい。この方法聞いたことないよ。人差し指、インデックスフィンガーを両方の耳の穴に入れて30秒押してみて。今しゃっくり出てないからこれが効くかどうかわかんないけど、これ今度やってみよう。全然アプリと関係ないけど、すっごい楽しい、この会話。本当にこのフルエンジャパニーズのいいところは、丁寧な日本語だけじゃなくて、カジュアルな友達同士の会話が聞ける。だから、このシチュエーションではこんなことを言えばいいんだとか、このシチュエーションではこんな風に反応すればいいんだっていうのが勉強できるから、本当におすすめ。最後、キャラクタードリル。漢字の書き方だね。多分。たくさんレベルがあって、グループ10までありますね。100、100、1000。で、これも読み方も勉強することができますね。ちゃんと。下にひらがなが書いてるので、漢字の読み方も勉強することができますね。練習、プラクティスを、漢字の書き順を勉強します。で、次は書いてみる。楽しいこれ。1、2、3、4。これも書き順、書く順番を勉強することができるし、その後自分で書いてみることができるから、書き方を覚えてるか確認することができる。で、この上にもちゃんと先生っていう熟語、例文が出てるから、これは先生のせいなんだなって思いながら書けるから、漢字を勉強するときに大切なのは、ただ書き順を勉強することだけじゃなくて、読み方も勉強しないといけないし、あとはどの単語でこの漢字を使うのかを勉強しないといけないから、こんな風に上に例文があるのは本当にいいと思います。さっきも言ったように、私はこれをイタリア語を勉強するのに使ったんだけど、日本語を勉強している皆さんにとっても本当に役に立つアプリだと思います。まず使われている単語の量が豊富だし、使われている表現も自然だと思います。あとは、このFluent Japaneseは本当にいい。丁寧な日本語の会話。ありがとうございます。元気ですかとか、お仕事はどうですかとか、そういう丁寧な日本語での会話は、どんな教科書でも勉強できると思うんだけど、こんないろんなシチュエーションでのカジュアルな日本語を勉強するアプリはなかなかないと思います。だからぜひ皆さんこれを使ってみてください。私今日使ってみて本当にちょっと楽しかったし、いろんな場面で使える日本語が勉強できるし、本当に役に立つ表現がたくさん出てくるからみんなにおすすめしたいと思います。If you're interested in using this app,Please use the code MIKU2020. It's capital MIKU 2020. With this code, you can access all premium content for 7 days for free and you can get 10% off for an annual subscription. The link is in the description box and you have nothing to lose for trying this out. So please check it out. Okay, so thank you so much for watching my video and I'll see you in the next video. またねー